ちは。シェア畑ひもうや3丁目菜園アドバイザーの千田です。今日はスナップエンドウの背丈コントロールがうまくいかない時の対策を紹介していきます。今年も関東は暖かい12月となっています。種まき時期を遅くしてずらした方も徐々に背丈が大きくなり15センチ以上となりそうな状況です。このまま暖冬が続きますとさらにじわじわと背丈が高くなり冬越しが難しくなりますので何らかの対応が必要となりそうです。それでは行ってみましょう。こちらの農園の現在のスナップエンドウの状況をご覧ください。こちらの部分は11月14日に種から植えたものです。ちょうどいい背丈に伸びていると思います。対してこちらのスナップエンドウは苗から植えているものです。現在の時期としてはかなり伸びすぎている状況です。こちらの伸びすぎている苗については寒さの対策が必要となっていきます。こちらの株をご覧ください。こちらは種をまいた時期が少し遅かったせいか背丈がまだ低い状況です。先ほどの背丈が大きく伸びた株の方に戻ってきました。このように伸びてしまった場合と先ほどのように小さい場合で冬越しの栽培の方法に違いがありますのでこの辺りをご紹介していきたいと思います。背丈が高くなってしまった場合は先端部分が凍結しないように支柱や木の枝などに誘引をしていきましょう。先端部分がマルチの上を張って絡み合うことがないようにしておきましょう。この時点で絡んでしまいますと春に元に戻すのが難しく通気性が悪化する可能性が高いのでうどんこ病の原因にもなります。それでは実際に支柱を立てて誘引していこうと思います。こちらの支柱を立てていきます。株元の根っこを傷つけないように、斜めに、気をつけて刺していきます。株を誘引していきます。斜めの支柱に乗せるような感じで絡ませていってあげてください。その際につるを切らないように注意をしてください。このように支柱に絡めることでマルチの上でつるが絡まないようにしていきます。ビニールトンネルを設置していきましょう。小さい場合も大きい場合もトンネルで栽培すれば先端が枯れずに防寒して冬越しできるので有効です。では実際にやっていきましょう。トンネルを作るためにまず支柱となる段ポールを持ってきました。今回の畝隣に半分イチゴが植わっていますのでトンネルをかける部分としてはこちらの手前の部分だけにかけていきます。では支柱を立てます。このように支柱を立てていきます。この上にビニールをかけます。では保温ビニールをかけていきます。ビニールには表と裏があります。こちらの文字が印刷されている方が表面となるようにしてください。おおよそセンターにかけましたら両サイドを留めていきます。サイドは U ピンで留めていきます。逆サイドも同様です。完成しました。3つ目、株がまだ小さい場合には最初にかけていた不織布を外さずにそのまま冬越しをしていきましょう。冷気が直接風となって当たるよりも不織布をかけていた方が寒さを防げますのでなるべく長い間かけておくようにしましょう。種まきが遅れた場合も同様にしておいてください。それではこちらの株にも不織布をかけていきます。風で飛ばないように四隅を U ピンで留めていきます。小さい株が潰れないようにふんわりと留めるようにしてください。最後に注意点についても紹介していきます。もし栽培していくときに背丈が高くなったり小さなものは冬越しの難易度が難しくなります。春には1穴2本にして栽培をしていきますが枯れることも想定して間引きをせずに栽培していきましょう。もし芽が1本しか伸びていない場合は今のうちに4点全てから発芽している場所から1株だけ移植するなどして対応してみてください。
こちらの穴をご覧ください。こちらは3本芽が出ています。こちらの方は間引きをせずにこのまま冬越しをしていこうと思います。こちらのニンニクの動画についてコメントをいただきました。ニンニクの株元に追肥は NG でしょうかという質問をいただきました。 NG ではないです。細かく追肥作業が可能な方はぜひやってみてください。ただし一つ一つ追肥作業をやると量を上げすぎてしまいますので注意してみてください。1箇所にせいぜい 5cc ぐらいでやりすぎないように注意しましょう。鶏粉 5cc ですがコンビニとかでもらえる小さなプラスチックスプーン、これに軽く1杯程度、ほんの軽くこの程度ですね、この程度で 5cc となります。これが適量となります。ではこちらを揚げていきたいと思います。このような形で揚げてみてください。今日はスナップエンドウの背丈コントロールがうまくいかない時の対策について紹介しました。こちらの動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。